インパクトでフェースが開いて右へのミスが出る方、どうすればいいのか分かりやすくお話していきたいと思います。インパクトで開くフェースを閉じる方法、大きく分けて2つしかありません。この2つのフェースを閉じる方法のうち、正解は1つです。体の構造的なことを理解していないと、間違った方法でフェースを閉じようとして、どれほど練習してもなかなか右へのミスが治らない。これが多くのゴルファーに起こっていることだと思います。それではなぜフェースは開きやすいのか。これは遠心力でヘッドが加速してきて、インパクトの瞬間、自然に左の手首はこちら側に折れようとします。この何気ない自然なこの関節の動き、実は背屈といってオープンフェースを生んでいます。球を捕まえたい、ヘッドスピードを上げたい、そして自分の感覚ではフェースを閉じたいと思って自然にヘッドを走らせれば走らせるほど手首はオープンになり、自分の感覚とは真反対の反発率が低く、そして捕まりの悪い動き方になってしまう。これが球が捕まらない原因になっています。フェースを閉じる方法は大きく分けて2つあると言いました。1つは体を止めて手を返す。これが一般的に最善の方法と思われていると思います。見た目にもフェースが閉じやすいですし、ヘッドが走るので球が飛ぶような気がします。しかしこのやり方、お勧めしません。なぜお勧めしないかというと、一つはインパクトの時、ボールよりもグリップの方が後ろに来やすい。アーリーリリースの形を生みます。アーリーリリースはダフりやトップを誘発します。さらに、インパクトでロフトが空を向いて当たるので、ヘッドスピードの割に球が飛びません。さらに、最初にお話したフリップを誘発するので、フェースが閉じてるようで、一歩間違うとただのオープンフェース。フェースを閉じたいのに閉じれない。特に長いクラブで遠心力が強くなってくると、ドライバーでどれほど体を止めて手を返しても、右へのミスが止まらない。そしてうまく捕まったとしても、距離が全然出ない。インパクトでフェースを閉じることができない方が、迷宮入りしてしまう一番の要因になっています。それではもう一つの、球を捕まえる正しい動き、左手の小屈、右の背屈、こういったシャフトをねじるといった動き。これがゴルフ的に正しいフェースの閉じ方になります。この手首の使い方は、ゴルフ理論にある程度精通した方ならば、当たり前だよねと思うと思いますが、実際やろうと思っても多くの方ができない理由があります。分かっていてもできない。そして無理やりやったら逆にチーピンする、引っ掛ける。この左手小屈、右の背屈、やったところでうまくいかない。そこで改めて左手の小屈をどうやれば簡単にできるのか。そして引っ掛けではなく右からドローボールを打つために何をすればいいのか。ちょっと前置きが長くなりましたが、ここからしっかり解説していきたいと思います。それでは結論から話します。左の小屈は左の肩甲骨で行います。左の肩甲骨を前に出しながら左手の小屈を作る。これは体の構造的に肩甲骨を前に出すと小屈しやすく、肩甲骨を引くと小屈がしづらくなります。そこで左の肩甲骨を使って小屈を行う。これを分かりやすく体験するために、ボールを用意していただき、前に出して右回転、ここからボールを向こう側に回す。この時、しっかり左の肩甲骨を前に出す。左の肩甲骨、しっかり前に出て、伸びた感じのままトップまで持っていってください。トップで肩甲骨が前に出せていない方は、自由に手が上がっているので、この形で行うと苦しくて手が上げれないと思います。これは左の広背筋がしっかりと伸びるので、必要のないオーバースイングやトップの時点でオープンフェースということがなくなってきます。向こう側に回したとき、右手のひらで少し遠くに押してみてください。
すると、さらに左の広背筋が伸びてきます。トップの時点でしっかりと左の広背筋の伸び、これを感じたまま体を回していって、ボールの位置が体に対して45度開くあたりまで左の肩甲骨は前に出しててください。球を捕まえるために左の小屈、右の背屈を意識していてもうまく球が捕まらない、もしくはチーピンや引っ掛けが出るという方はトップの時点で手首だけで左の小屈を作って、そして当たる瞬間も手首だけで作ろうとしている可能性が高いです。このインパクトの正しい形は左の肩甲骨が引けてくるとオープンになります。インパクトの時点で左の肩甲骨が引けてしまうとフェースオープン。いくら力を入れて左の手首を小屈させよう、右を背屈させようと思っても、左の肩甲骨が後ろに引けた瞬間にこの力は失われます。さらに左の肩甲骨が後ろに引けるとヘッドがボールに届かないのでリリースするしかなくなります。リリースしながら手首だけで無理やり小屈。これをするとダフリと引っ掛け。小屈しすぎるとうまく当たらないので、結果的に少し小屈を緩めてフリップするので球が捕まらない。チーピンやプッシュに悩んでいる方は、この左の肩甲骨を前に出したままインパクトする。トップの時点でしっかり肩甲骨は前に出ている。このポイントを意識して練習してみてください。練習方法も言葉では理解できると思いますが、こういった風船でもヘッドカバーでも何でもいいです。この動きのままここまで回る。体を開いた時点でもしっかりボールの向こう側を触った状態。過去にもお化けの手という話をしています。正しく球を捕まえることができれば、体を開いて振り遅れたインパクトができるようになります。よく振り遅れはダメだと頭ごなしに言われますが、トッププロのレベルで振り遅れてるというものではなく、多くの方がただのオープンフェースで球が右に出る。すると振り遅れている感じがして、フリップして球を捕まえたくなっているという間違ったループに入っていると思います。トッププロはみんな振り遅れてるんです。ギリギリまで振り遅れているからこそ、最後にヘッドを解放してハンドファーストかつ球を飛ばすことができています。具体的な練習方法としては、球を1球打つごとにこういったボールを用意して、この形、トップからここまで回る。左の肩甲骨が前にある感じ。こういった練習器具を使って体の張りや使い方を感じた後に1球球を打つ。先ほど感じた背中の張り、肩甲骨の前に出た感じ、これを意識したまま球を打つ。こういった動画で他人から得た知識はあくまで視覚情報や言葉の情報です。それを自分の体に体験させる。そのためにいつも具体的なドリルを提案しています。今回は球を捕まえる方法。ゴルフは自然に振るとヘッドが走るときに左の手首が外側に折れてフェースが開きやすい。これが自然。そして捕まえる方法は体を止めて手を返すのか、シャフトをねじってフェースを閉じるのかの2択ですが、このフェースの閉じ方、左の小屈と手首で離してしまうので、実は大切なポイントは左の肩甲骨を前に出す。これが綺麗な左の小屈を作る。そしてインパクトでフリップを防ぐ。トッププロのスイングを見ていただいて、トップダウンスイングで左の肩甲骨が引けている選手はいないと思います。これは引けるとまともに打てません。気がついてしまえば当たり前。このポイント、しっかり練習してみてください。そして、チャゴリ TV 公式アプリでは、月額のオンラインサロンを開催しています。YouTube で発信している内容とはまた違った視点の情報、実践していただくと効果の高いもの、その他にもお悩みを送っていただくと僕は直接練習方法や解決方法をお伝えしています。さらに定期的に開催している少人数制のチャゴルレッスン会、興味がある方は概要欄からご参照ください。最後までご視聴ありがとうございました。